2日間どうもありがとうごはい、ざいました。こちらこそありがとうございました。こちら能登半島の穴水ってい穴水。うところで田はい。舎バックパッカーハウスはい。を、経営されているオーナーの、はい。いくさん。はい。はい、よろお願いしくおします。あり願いします。がとうございまはい、す。今回も大変な震災で、当時っていうのは震災の時っていうのは実はい。際はこちらにはおられなかったんですね。そうですね。僕、能登に移住してもう10年突破したんですけど、出身は鎌倉はい。なので、年末年始は鎌倉に戻っていて、えで、家族4人で向こう戻ってて、はい。で、その当時1月1日は、いつも田舎にいるんで、ええ子供たちをちょっと都会というか、ははは。その向こうの商店街なりそううん。いったところで、ちょっと体感させたいなとかいろいろあったんで、はい。本当もう駅の近くに、向こうの JR の近く駅のね、うん。最寄りの駅にいて、そしたら僕のスマホの方が、はい。防災アラートの設定がうん。穴水ああ、だったのあで、自分の携帯だけがもうバンバン鳴り始めて、ええ。それでもう周りの人何事みたいな感じで僕の方を見てるわけなんですけど、見たら穴水うん。で、穴水が能登全体のそのアラートが鳴ってて、で、もしかしたらいつもの過去3年間で、300回400回ぐらいですかね、細々した地震がうん。珠洲の方でも結構あったんで、はい。いつものことなのかなとか思いつつ見てたら、すごい鳴り始めて、あでその鎌倉にいた時の駅も若干やっぱ揺れてたんですよね。あ、はい。やっぱこれただ事じゃないなとう思って、ん。あのしばらくどんな状況かってその駅のところから見てたわけなんですけど、はい。そしたらもう津波警報とかいろいろ鳴り始めうて、うん。ん、それでもう震度6とかはい。それぐらいにも入っていっちゃったんで、もうすごいびっくりしましたよね。あで、やっぱりその移住先あ、はい。の岩車っていう場所なんですけど、えここの川尻田舎バックえ、はい。パッカーハウスがある、そこもやっぱり地域のね人たち、うん。能登全体にたくさんいますけど、はい。いやみんな大丈夫かなっていうのはすごい心配で、ええ。うん、でもう心境として本当もういても立ってもいられないような状態で、うん。すぐまず実家の方戻ってテレビつけて、はい。そしたらもう大変な状況だっていうのが分かったんで、いやどうしよっかなっうん。ていう感じでしたね。あもう本当あ。その後にもう鎌倉にいてもうん。なんていうかもう、ここにいていいのみたはいはいはい。いなのがすごいあって、うん。なんかすぐ戻りたいぐらいはいはい。だったんですよね本う当ね。ん。でも道路状況とかももうひどくなってきちゃってて、今戻っても戻れないうん。とかいろいろあったり、なんかすごい複雑な感じでしたよね。はでほんのちょっとしばらく様子見て、もう1日の段階でもう戻んなきゃっていうのはもう決めてて、い。うん。で2日でもちょっと様子見てたんですけど、ええ。でも1月の3日になってちょっともうここでいられない、鎌倉に僕はいられないと思って、ああ。うん、でもう3日の段階で午前中からずっと買い出し行って、はい。とりあえず物資ですよね。うん。うもうカッん。プ麺やらレトルトやらはい。いろいろ買って、水とか、うん、軍手やら本当あらゆるものを買って、でハイエースの車中泊のキャンピングカー仕様のまで行ってたわけなんで、はい。もう後ろの運転席と本当運転席以外はもう全部食材ええ。と必要な物資で詰めて、もうスーパーで多分10万15万ぐらい買い出しましたねあその時ね。それあ。でその後に
まあ僕が広報やってるカーステ内にも連絡して、もう僕戻ること決めたんで、あの誰かその車中泊用というか、みんなポータブルバッテリー持ってるじゃないですか。ああ、はい。だからポータブルバッテリーみんな一旦借りることできないかっていうので、みんなから応援募って、でまあ神奈川からまず東京の方行って、野瀬さんの方からもバッテリーも支給してもらって、で相模原の方に行って、またバッテリー78個ぐらいでかいのですね、みんなが一気にその日だけでバーッと集まって、それでスターリンクとかもこれ持ってってくださいっつって詰めて、もうほんとパンパンな状態でしたね。どこにバッテリー入れるっていう感じで、もうそれほど荷物詰めてたんで、僕も帰りどっかで寝なきゃいけないかなとか思いつつも、その寝るスペースもなく、物資満タンに詰めて、夜中の12時ぐらいですかね、本当夜中に神奈川出発して全部揃ったんで、それで夜な夜なずっと走って石川県まで行って、まあ田舎バックパッカーハウスに着いたのは、まあ本当は各地の、まあ、僕の娘たちが通ってる、保育所と小学校も避難所だったんで、やっぱみんなまだ物資が来てないとかいろいろあったんで、そこにも本当少量だったかもしれないですけど、少量の物資と一部の場所にはポータブルバッテリーとかも届けて、それで夕方ぐらいですかね、4時とかそれぐらいになんかバックパッカーハウスに着いて、先にそっちを回ってから田舎バックパッカーハウスを見られた。そうですそうです、はい、あそうです。田舎バックパッカーハウスの方は、その当時2階シェアハウスだったんで、その彼が町から歩いて10キロ歩いてここまで来て写真とか撮ってくれたんですよね。でもうこれ住める状態じゃないよっていうのがあって、それで道路もガタガタでしたしね、そんな状況だったんで、ここにたどり着いた時にまず入り口のドアがもうガラ空き状態で、もうドアが倒れてる感じで、この辺にも襖というかガラスの襖っていうんですかね、戸棚もあったんですけど全部倒れてガラス割れてる状態で、そこの部屋にはタンスとかもあったんですけど、タンスも全部倒れてて、襖もほとんど全部倒れてましたね。もう今襖ないですけど、もうぐちゃぐちゃに破れちゃったんで。で柱もまあその時は正直あんま気づかなかったんですけど、まあこの辺のね柱とかもずれちゃったりとか、まあこの横のこの柱というか、なんて言ったらいいんだか忘れちゃいましたけど、それもずれちゃってて、でもうこれはダメだなという感じでしたよね。でまあその時もう4時5時回ってたんで、一旦ここはもうドアも倒れてる状態で、ここのバックパッカーハウス後にして自分の自宅にも戻って、それで自宅の中で寝るのもちょっとね、当時は1月4日3日の段階だと怖かったんで、もう一旦ハイエースの中に寝られるスペース作って寝て、翌日またこっち戻ってきた、まあこっちというか、行く前に本当自分の地元の避難所とかにも寄って、みんな無事とかも確認できたんで、そんな感じでしたよね。その後に、この家どうしようかな、前見たらね、いろいろと柱が本当ね、自分では思いたくないっていうか、これなんとか片付ければ住めるじゃんって思ってたんですけど、よく見るとあんま思いたくなかったんですけど、この辺の柱も斜めってるんですよね、やっぱこっち側に斜めってるんで、いやこれはやばいなと。で外出たら基礎の方もずれちゃってるんで、
いやこれは本当住める状態じゃないなと思って、でもどこから片付けたらいいのかっていうのが本当正直分かんなくて、そうですよね。本当今はねこれ相当片付いた状態なんですけど、はその週末の8日とかそれくらいだったか、一番早くにうちの父親が、いはい金沢まで来て金沢でピックアップしてこっちに来たんですけど、でうちの父親も入ってここ一緒に片付けるの一日でいろいろ手伝ってくれて、とりあえずこういったものから片付けようっていうのを2人で相談しながらやってましたね。とりあえず片付いてから何するかっていうのを考えていこうかみたいな、そんな感じでしたよねその時は。もう自衛隊のなんか聞いたら自衛隊の方たちも2階から荷物を下ろしたりとかっていうのを手伝ったっていうのは。そうですね、自衛隊元自衛隊の人が、元自衛隊の方。そうです、すごいダイレクトというか、カーステの代表とか、返して、僕に連絡くれて、それでこっちの方に来てくれて、で彼らはもう的確に本当にもう僕はこういう食料とか、全然泊まれるスペースがなかったら車中泊してでも手伝って何でもいいから行ってくれっていうので、来てくださって、それでそうですね、はるばるどこだっけ、埼玉だったかな、から来てくれて、でもう一人は長野の方の、標高2000メートルぐらいのところにある、山小屋で山小屋の従業員の方で元自衛隊の方なんですけど、はるばるそこから下山して、それでもうその日にすぐこっちに来てくれて、2階にも本当重いものがたくさんあったんで、それをどかす作業とかも一緒にやってくださったりとかしてくれてましたね。もともと2階はバックパッカーハウスとして機能してたんですよね。そうですね、シェアハウスとして、2階はシェアハウスとしてやっていて、そうなんですよ。ただそこの住人は一人ドイツ人なんですけど、彼は穴水に移住したいっつってこっちに来て、来たのは10月ですけど去年の、いきなり震災にね遭遇してしまって、でもうね住む場所がちょっともう今ないっていう状態ですけど、一時的にうちの方に泊まるか、もしくは友人の宅に泊まるかっていうので、今段取りしているところですけど。で今もうご自宅郁さんのご自宅の方に。今はね彼はちょっと県外の方に行ってるんですけどね。そうですか。もう今週末には戻ってくるんで、そんな感じでしたよね。もう見た時はショックというか何も考えられないというか、どんな気持ちだったですかね。ちょっとショックはもちろんでかいですけど、本当にまさかっていう感じだったんで、こんなね本当にもう本当壊滅的な状態になっちゃったんだっていうのは本当まさかだったですし、その罹災証明書をつい本当ようやく取れて、もうちょっとあんまり本当時間なかったんでようやく行けたんですけど、大規模半壊っていう形だったんで、もうでももう起きちゃったことはしょうがないなって正直思ってたんで、もう次の構想もう1月戻ってきた段階でもう次の構想をもう考えようと思って、もう結構先のこと考えてましたね僕は。どちらかというと、じゃあどうやってここ立て直すかっていう方向でもうすぐに考え方も切り替えて、なかなか難しいですけど、やってましたかね。僕も震災もう最初に郁さんのことを頭に浮かんで、ありがとうございます。で今一番大変な時にここで連絡取ったらいかんよなっていうことで、今ただSNS があるじゃないですか。もう郁さんずっと追いかけて、ありがたいことに郁さん発信してくれてたんで、それをちょっと見させてもらって無事だなってで
まあ不謹慎かもしれないけれども、その震災の時は別のねところにおられてっていうことで、まあそれはそれで僕は安心したっていうかほっとしたっていうところも、まあちょっとね不謹慎ですけど、ああ、いえいえ、ありがとうございよかっます。たなと思いました。まあでも無事で本当良かったですね、本当ね。まあね、本当ざっくりこんな言い方するのもなかなかね難しいですけど、まあなんとか僕らはね、生きてるんで、まあ生きてればなんとかなるだろうっていうもうスタンスで、これからやっていくしかないかなとは思ってます。まあ今田舎バックパッカーハウスこういう状況ですけれども、今後の展開みたいなのをもうすでに考えられてるっていうことで、そうですね。まあここはもうここの母屋はもう取り壊す、もう予定でいます。でここはもう完全に更地にして、でもう向こうの田んぼとか畑の方まで、大きななんていうんですかね、こうオートキャンプ場というか、もうバンライフのこう拠点というか、そういう形でこれからやっていこうかなと思っていて、まあ主にポイントは3つあって、宿泊施設としてっていうのと、2つ目に、観光、で3つ目に災害っていうのをちょっと3つのポイントで考えて立て直していこうかなと思ってます。でそのベースとなるのは、まあバンライフというか、まあキャンピングカーで、まあキャンピングカー、まあいわゆる動く宿泊施設というか、もう可動産をもうベースにしてしまうかな。もう不動産はちょっと正直なところなんていうかな、もうちょっともう難しいのかなって正直思ってて、ちょっと不信感があるというか、やっぱりもう去年の5月にも大きな地震来てるんで、で1月じゃないですか。なのでやっぱりこうキャンピングカーとか、まあ可動産ですよね。それをもうベースにしたこう場所づくりをしていきたいなと思ってます。で常時まあ4台5台とか、それぐらいの台数のキャンピングカーを、止めたいなとも思っていて、でそれを宿泊施設でも活かせるし、ただ単に動かさなくても宿泊施設もなりますし、で2番目の観光としてはそれを動かせば足にもなるし宿にもなる。で奥能登全体的にこれから宿泊施設不足っていうのも大きな課題になってくると思うので、でそのキャンピングカーをベースに、奥能登を、まあ、もしくは能登半島を回って、その観光の復興としても使えるでしょうし、で3つ目の災害っていう面では何か、まあ、石川県、もしくはこっちの奥能登の方とか、もしくは近辺の北陸エリアとか、まあまあ日本各地、で災害があった時にそのいつでもそのキャンピングカーを動くこうシェルターとして、動いて災害支援車両として、まあ使えるこうシェルター代わり、まあ、そういうそうですね、災害に対するこう体制づくりもできたらいいなと思ってて、そんな形でこう可動産が活用できる場所にもなればなと思ってますね。まあもちろんキャンピングカー持ち込んでもらって、数十台ぐらい止められるスペース作ろうと思ってるんで、そんな形でここの場所を復活させようかなと思ってます。もう広いですもんね、見させてもらって、ずっと2日間おらさせてもらいましたけど、いろんな展開ができそうな、で車中泊ができるのはもちろんバンライフとしても活用できるだろうし、で動く拠点がもう常時そのキャンピングカーを置きたいなと思ってる。ただそれをやるにはやっぱりそこそこの資金が必要になってくれたりとか、まあそれをその連携できるそのパートナーの人たち、まあカーステとかも含めて探したりしなきゃいけないでしょうし、まあその辺もちょっと考えていかなきゃなと思ってます。まああとはちょっと特徴的なここのね、そもそもの田舎バックパッカーハウスの特徴的な部分としては、こう快適に長期滞在できる、住める駐車場っていうのでも歌ってたんで、
バンライフしてる人たちが、はい、長期的にここに自分の家を持ち込んできて、はい、滞在できる場所としても、継続してこれからもやっていきたいなと思ってます。あ、わかりました。じゃあ今後の、展開も期待しながら、はい、はい、震災でも前向いて、はい、はい、次の展開もうすでにスタートしてるということで、はい、はい、楽しみにしてます。頑張っていきます。また、また来て、はい、もう撮影してってください。はい、わかりました。はい、田舎バックパッカーハウスのイクさんでした。どうぞ。ありがとうございました。あありがとうございました。りがとうございます。